テガソードを5体並べるとこうなります。これでテガソード全合体状態になります。これだけでもかっこいいよね。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらと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 こちらです。それでは見ていきましょう。ということで、今日3月29日土曜日はですね、このナンバーワン戦隊50ジャーのおもちゃがたくさん発売されました。その他にもいろいろおもちゃ出てるんですけれども、あとこれもね、出てます。はい。デラックスロボユニバースの大獣人。これね、また別の動画でやろうと思いますので、そちらの動画も見てみてください。で、今回はこのね、専用武器で、ソフビ、戦隊リング、で、こちらアクションヒーローね。はい。これを一気にこの一つの動画で紹介したいと思います。はい。ということでね、やっとですよ。やっとこちらのね、50イーグルと50ユニコーンのね、専用武器が手に入るということで、今ちょうどね、劇中でもこの2人がね、活躍してますね。それでは中身ね、どんなもんなのかっていうのをちょっと見ていきましょう。まずはイーグルシューター5。さて、なんか見にくいね、これ。ここを開いてあげると、こんな感じで、長いね、結構。最近ね、ウルフデカリバー5というね、50ウルフの専用武器も発表されたということで、ね、非常に楽しみとなっておりますけれども。はい、パカッと。はい、思ってたより大きいわ、これ。はい、ということで、早速ね、全部取り出していきましょう。中身を取り出すとこのような感じになっております。それではまずはこちらのソフビからね見ていきましょう。はい。今回でね、5人揃いましたね。ちょっと50ウルフのソフビがちょっとどっか行っちゃったんで、このアクションヒーローでね並べますけれども、はい、こんな感じでソフビ5人ね並べることができるようになりました。はい。で今回の専用武器がね発売された2人でもある50イーグルと50ユニコーンですね。はい、パーリーピーポーになるんじゃっていうね、おじいちゃんが若返ってる50イーグルとね、ハイクラスラグジュアリー名探偵のね、はい、妹の事件を追う50ユニコーンって感じで、なんかこっからねどうストーリーが転がっていくのか楽しみですね。はい、じゃあ次は戦隊リング行きましょうか。で、こちらのね、はい、竜ソージャーとドンブラザーズは前にね、レビューしたことありますので、一番最初の50ジャーの動画かな。それをね、見てみてください。概要欄に貼っておきますので、はい。で、こんな感じで、この顔がね、ちゃんとこのリングで再現されてるっていう。いいよね。このクリアパーツとゴールドの塗装がめちゃくちゃ綺麗なんだよね。はい。50ユニコーンもこんな感じでね、はい、再現されております。それでは早速こちらのね、テガソードで音声聞いていきましょう。いきます。で、エンゲージ。はい、ちゃんとさ、テレレレレンの時のポーンってやる和風な音がいいよね。で、ここ長押しすると必殺技。はい、って感じです。はい。次、50ユニコーンいきます。エンゲージ。
いいね。じゃあ必殺技。いいね。はい。って感じですと。そして、こちらですよね。はい。これもあります。はい。で、これが、この50イーグルのロボットの顔になる、ね、戦隊リングですね。ちゃんとさ、ここが足でさ、これがなんか翼をね、閉じてる状態みたいでめっちゃ可愛いんだよね、これ。開けるし、ここちゃんと。で、こちらがユニコーンですね。これが前足になってるのかな？うん。っていう、これめっちゃ可愛いんだよね。角があってね。はい。こんな感じです。そして、まずね、これ、組み立てからやっていきましょう。ここのね、隙間にこう差し込むだけです。はい。こんな感じで差し込んであげれば、これでイーグルシューター号になります。で、これのギミックは、ここを弓みたいに引きます。はい。で、離すと、はい、パシッとね、スプリングギミックで、こうやってね、弓を発射してるみたいな感じにできますと。はい。このクリアパーツとね、はい、このゴールドの塗装がいいんだよね。はい。だからやっぱさ、緑でさ、こう鳥を見るとさ、銀河マンのさ、銀ガルコンをね、思い出しますね。はい。そして、こっち。ユニコーンドリル GO ですね。これもやっていきましょう。まずこれを開いてあげて、で、この後ろをこんな感じでね、待って、こっちか。こっちですね。はい。このジョイントが上になるように、はい、こうやって変形させて、で、ここがハの字になるようにね、開いてあげたら、ここのジョイントをくっつけます。はい。カチッと。で、ここもね、一応くっつくので、カシッとね、くっつけてあげれば、これでユニコーンドリル GO になります。いや、このデザイン、ほんと面白いですよね。ちゃんと前足、ね、で、後ろ足もあって、こう、駆け抜けてる、ね、こう、躍動感ありますよね。で、これはこうやって持ってあげると。はい。そして、ここの、ね、つまみを引いて、離すと、はい。これわかるかな？このドリルがね、回転してます。ここをこうやってやると。ほら、こんな感じで。はい。っていうね、ドリルぐるぐるギミックがありますね。いいね。やっぱこのクリアパーツがね、ほんといいんですよ。はい。そして、この50ジャーのね、専用武器はこれだけじゃありません。もちろん、はい、こちら、テガソードとの合体ね、できるので、やっていきましょう。まずはイーグルシューター5をね、合体させます。まずはね、これ、テガソード変形させるんですけど、まあ、一旦音切って変形させます。はい。まずここ開いて、で、つま先出します。で、いつもだったら、ここね、180度回転させてました。でも、イーグルシューター5はこのままで OK です。はい。で、肩出して、腕を下ろす。はい、反対側も肩出して、で、ここの剣を出して、はい、回転させると。で、はい、ここ割ります。で、いつもだったらこの下まで下ろしていたのを、ここ、上ね、ちょっと斜めで止めてあげます。で、裏。これは、この感じで畳みますと。はい。こういう状態になりました。この状態だと、後ろにね、倒れちゃいます。イーグルシューター5を合体させることによって安定するわけですな。はい。じゃあやっていきましょう。これね、さっき取り付けたパーツを、まあ、このまま引っ張って外してもいいですし、まあ、こうやってギュッと押してね、外しても、はい、OK です。はい、こんな感じで外してあげて、で、全部ね、この真ん中で上と下開きます。ここを持ってパカッとね、はい、開いてあげると、こっちも、ここでこうやってパカッとね、はい、開いてあげると、こんな感じで。で、そしたらこれをね、このジョイント、この胸のジョイントと、あとここね、透明でちょっと見にくいんですけど、ここにも2つジョイントがあります。なのでここだね、はい、ここのジョイントをこっち
にくっつけると。はい。まあ、胸で合わせてあげれば勝手にね、はい。こうやって下も押せばくっつくので、はい。OK でしょう。で、これをくっつけると、はい。こうやってね、自立するようになります。で、足の横にジョイントがあって、これね、くっつけます。パチッと。はい。くっつけてあげて、で、最後ね、はい。この指輪のね、はい、センターリングの顔をね、開いてあげて、で、はめれば、ね、完成になります。じゃあちょっと、ここ最後ね、音声入れていきましょう。これでペガソードグリーンになります。いや、おもろいね、これは。はい。だいぶシルエットがね、変わってます。この後ろのね、剣を羽にしてこうね、下になってたのを上に持ってきてることによって、だいぶシルエット変えてますし、この胸もね、このだいぶ緑の部分、で印象変わってるし、何より一番違うのがこの下半身ですよね。この180度後ろの状態で合体させてるっていうのが今までと違って面白いです。はい。で、劇中でもね活躍してましたけど、この足にこれをつけてるっていうのがまたおもろいというかオリジナリティがあっていいですよね。はい。なんか普通だったらこのさ腕につけたりとかさ、なんかしそうなところをさ足につけるっていうね、おもろいです。はい。っていうのが、50イーグルの、テガソードグリーンですけれども、ここ必殺技ね、長押しでちょっと聞いてみましょう。はい。まあ、ちょっとね、パーツ外れましたけれども、イーグルアローシュートです。はい。じゃあちょっと一旦電源を切りまして、次はこちらですね。はい。50ユニコーンのね、合体やっていきましょう。はい。で、すでに、テガソードはね、変形させてありますので、この右腕をこう外した状態にしてください。ここから外して、はい。こっちの後ろに取り付けると。はい。この状態です。では、やっていきましょう。まずは、ここ、ね、引っ張って、はい、外します。で、次は、ここのパーツですね。これを、こう、パチッとなるまで、この、足を隠します、ここで。はい、パチッと隠してあげて、で、このパーツを上に持ってって、ここの穴ですね、にこのパーツを入れます。ギュッと。はい、ギュッとね、入りますと。で、そしたら、ここに持ち手があるので、この持ち手を出してあげると。はい。これでシールド完成になります。で、あとは合体ですね。右腕にこのユニコーンね、つけてあげて、で、これね、これ持たせるだけじゃなくて、ここにね、実は穴が開いてます。この穴にこのパーツをこう引っ掛けてあげて、こんな感じで。で、引っ掛けたら、はい。手に持たせてあげると。これでシールドね、取り付けることができます。そして最後にこれですね。はい、この戦隊リング。これね、ここの金色の部分をこう引っ張ってあげると、はい、顔がね、出てきますので、こうやって出してあげてください。戻すときはこう、うまいこと、こうやってあげると。はい。で、顔を出してあげて、つければ完成です。じゃあ、音ね、つけてやっていきましょう。これでテガソードブラックになります。やっぱこの紫の輝きがめちゃくちゃかっこいいですね。はい。そして必殺技、ここ長押しで。
はい。こんな感じでね、はい。動かすこともできると。そしてさらにね、この、50ブラック、違う、テガソードブラックか。はい。は、もう一個モードがありまして、まずはここ外してあげて、で、この突起もね、ちょっと畳みましょう。持ち手ね。で、こうだから、はい。こうですね。このジョイントが下で、この部分が上に来てれば OK ですね。こんな形。で、さっき、テガソードグリーンで使用したこの透明のね、ジョイント、これに、ここのね、ジョイントを、くっつけてあげます。こうやって差し込んで、はい。バチッとね、やれば、これでね、はい、後ろに足ができて、ケンタウロスみたいな形になりますと。これで、テガソードブラック突進モードになります。はい。まあ、この後ろに、このさっきのシールドをつけて、4足にしたみたいな感じですね。はい。まあ、こういうね、ちょっと変化のね、要素もあって、いいと思います。そしてです。はい。こうね、2体のこのね、テガソードができましたけれども、もちろんね、はい、僕はこちら、はい、この、テガソードレッド、そして、はい、こちらね。はい、これもちょっと変形させていきましょう。これ外して、くっつけて、で、これ開いて、でここも回転して、くっつけて、はい、開く。テガソードブルーですね。はい。そして、こちらですね。はい。これは、これね、はい、ちょっと開いてあげて、で、ここも開いて、で、ジョイント出して、はい。で、ここにくっつけてあげると。はい。そして、両腕にね、はい、これつけてあげて、で、この顔ね、開けば、はい。これでテガソードイエローになります。で、すべてね、ちょっと並べましょう。テガソードを5体並べると、こうなります。いやー、壮観だね。いや、今のところね、劇中ではテガソード様1体しか出てきてませんけれども、もしかしたら今後ね、テガソード様が実は5体いましたと。まあ、もしくは、なんかね、わかんないですけど、何かで5体がこう勢揃いして、この5人のメンバーがね、こう、並ぶっていう、このテガソード状態でも並ぶっていう、この場面がもしかしたら見れるかもわかりませんのでね。はい。いや、素晴らしいね。はい。そしてです。僕が今一番気になってるのが、この、ね、武器とかをテガソードに全部合体させることができるのかいってところ。これ一番気になるよね。皆さん。ちょっとやっていきましょう。はい。で、僕も事前にある程度ね、やばい。事前にある程度、こうやってみて、僕が一番、この合体のさせ方がいいかもなっていうね、やり方があるので、ちょっと、それでやっていきます。一旦ね、はい。この顔外して、顔は、この、ウルフにしましょう。テガソードレッドね。で、ここから、ちょっといろいろとね、パーツを拝借しますけれども、テガソードブルーね。はい。これをつけます。右腕。はい。これもね、ここにまあ、つけたいっちゃつけたいんですけど、後で邪魔になっちゃうので、はい。そして、これだね。はい。この、テガソードグリーンの胸。これをつけるために、ここを回転させて、で、ここにくっつけましょう。はい。こうやってね、くっつけると。はい。もうここの、まあ、クリアランスもギリギリなんですけど。で、左腕ね。はい。左腕。ここでさ、このティラノをさ、両方くっつけて、ここにね、
左腕につけようかなと思ったんですけど、ここ狭すぎてね、それできませんでした。多分1個だとできると思うんですけど、そうすると反対側が余っちゃうので、はい。で、このユニコーンね、つけます。はい。で、この手を前にやんないとね、自立できないんで、手を前にね、やります。で、あとは、これだね。はい。このシールドは、今、この下半身を回転させて、これにね、合体させちゃってるので、後ろにはつけれないんですよね。これを、この緑のやつを胸につけるってなったら、絶対下半身こう回転させないとね、合体できないので、はい。もうこれはね、ケンタウルス状態にはもうできません。この状態では。はい。で、これは、もうね、どこにもくっつかないんだよね。この手に持たせるとかも、厳しいでしょう。厳しいでしょう。なので僕はもうここに、引っ掛けるというね、道にしました。はい。もうね、全部どっかにジョイントにくっつけるってことは不可能なんですよ、これ。なので、乗っけるっていう手法も必要になってきます。そして、この50ティラのね、はい、ティラノハンマー号か、はい、ジョイントがあって、こっちが凸でこっちが受けなんですよね。で、この、イーグルシューター号もね、こっちが受けでこっちが凸ってなってるので、こうやってね、くっつけてあげればね、はい。ちょっと緩いんだけどね、ジョイントが。なので、ちょっと外れやすいんですけど、もう無理やり、はい。こんな感じで合体させることができるんで、はい。ね、上から見ると、こんな感じです。もう無理やりですけど。で、こうやって合体させて、で、個人的には、この、はい。イーグルシューターのこの顔の部分。これを、ちょっとこの、肩にね、持ってきたいです。はい。なので、この肩の部分に、備えてね。で、あとこれも余ってるので、このティラノハンマー号のパーツ、これもこの肩のとこに備えましょう。はい。こんな感じで備えてあげれば、はい。これでテガソード全合体状態になります。はい。どうでしょうか。もうこれね、もうほんといろんな合体のさせ方があります。で、僕は、この合体方法がなんか一番、ちょっと好きだなっていうので、はい、こうやって合体させてます。はい、もうめっちゃ無理やりだけどね、こうやって乗せてるだけのパーツとかもあるんで。なので、本当にこれはもう人それぞれ、好みだと思います。どんな合体のさせ方が好きかっていうのは。で、いろいろ試したんだけど、やっぱりね、この状態で、今現段階ではね、全部合体させることができないのと、どうなんでしょうか。ウルフデカリバー号が来たとて、より全合体できなくなりそうな気がするんで、ちょっと、わかんないですね。なので個人的には全合体しないんじゃないかなとは思ってます。それでは最後、アクションヒーローのドンモモタロウとティラノレンジャーね、見ていきましょう。で、前にレビューしたこちら50ウルフも一緒に並べてます。このシリーズの何がいいかって、SH フィギュアーツっていう、シリーズがあるんですけど、あれがもう多分もう、それ買っとけば間違いないんですけれども、それよりも、ほぼ半額。あれ7500円ぐらいとかするんで、これ3300円とかなんで、ほぼ半額。で、このそれぞれの戦隊のレッドをこう同じスケール感で並べられるっていうのがめちゃくちゃいいんだよね。はい。ということで、ティラノレンジャーとかもさ、フィギュアーツで出たの10年以上前とかだと思うんでね。はい。で、ドンモモもね、フィギュアーツありましたけれども、当時のアクションフィギュアは結構ちっちゃかったんでね。なので、このアクションヒーロー結構大きさもあるので、それも嬉しいですね。はい。で、こう立たせてるだけで、やっぱこの肉感、このスーツの雰囲気がね、出てるんでね、立たせてるだけでもね、
こうかっこいいんだよね、こうやって。でこう3体並べてるだけでもなんかほらもう雰囲気あるよね、これだけで。これだけでもかっこいいよね。素晴らしいです。ちょっと個人的に残念なのがこのザングラソードがもう赤一色っていう、ちょっとこれだけ残念かな。あとちょっとドンブラスターもやっぱ欲しいよね。っていう、とこかな。まあこれはね、この値段帯でさね頑張ってるんでしょうがないですよね。はい。でこんな感じになってます。そしてティラノレンジャーね、はい、竜撃剣ですか、はい、とかあとこのバックルもねちゃんと塗装されてるっていう、これ嬉しいよね。多分体の塗装が割とねシンプルだからこっちにも塗装のコストを避けたでしょうか。はい。やっぱこのマスク一番大事で、ヘルメット、この細かさね、造形と塗装の細かさ、はい、これ嬉しいね。はい。ね。で、今次もうガオレンジャーのガオレットか。はい、もう発表されてるんで、あれもめちゃくちゃ楽しみですね。ポーズを取らせると、このような感じになります。もう十分だね。もう普通に立たせてるだけでもかっこいいんですけど、こうやってね、ちょっとしたね、ポーズも取らせることができますので、こうやって並べてるだけでもやっぱね、いいよね。で、すごいのがさ、これちゃんとさ、こう両手持ちさせることがね、できるんですよ。こうやって剣をね、っていうこの腕周りの柔軟性とかもね、めっちゃいいです。で、遊んでると、もうちょっとここ動いてほしいなみたいなところはあるんですけれども、そう思ったらね、フィギュア使えばいいので、この今んとこ出てるからね、もう売ってないかもしれないけど、はい。っていうことで、はい。これはこれで、アクションヒーローはアクションヒーローで、低価格帯でね、割と、お子さんがこういうアクションフィギュアにはまるきっかけになるおもちゃになるんじゃないかなっていう気はします。ということで、今回のナンバーワン戦隊50ジャーのおもちゃのレビューいかがだったでしょうか。はい。今回で何か解明するかと思ったんですけれども、全合体はなさそうだなっていうことが、解明したのかな。で、ウルフ・デカリバー5が来た時にまた何か、隠し要素があるのかみたいなところをちょっとね、期待したいですね。はい。で、アクションヒーローシリーズも、ね、もう多分集めれば集めるほど、もうすごい豪華になってくると思うんで、並べた時のね、楽しさがあると思うので、なので次ガオレンジャーとか、なんかいろいろ他にも出してほしいなと思ってますので、ね、それ楽しみにしたいです。あと戦隊リングもね、いろいろ、ガシャポン、食玩とかまた出ると思うので、あと普通のデラックスは、あれですね、発表されてましたね。5月に発売されるやつありますので、それもね、レビュー、買ったらレビューしたいと思います。皆さんも何かコメントあったら、してみてください。なんか、僕はこういう合体方法しました。全合体やりましたとかでもいいし、ストーリーでもね、いいので、50ユニコーン大好きですとかね、50イーグル大好きですかとか何でもいいのでコメントしてみてください。はい、ということで今回の動画以上になります。いいなと思った方ぜひチャンネル登録、これから X、TikTok のと Instagram のフォロー、チャンネルメンバーシップも始めております。限定スタンプが使えたり限定動画見れます。あとグッズも発売してますのでよかったらチェックしてみてください。以上、スタルケルでした。